はい、ゾグチです。今日なんですけども、ワイルドスピードシリーズの、6と3について、お話をしていきたいなと思います。まずね、6はね、入りはね、ドミニクとブライアンのレースから始まって、家に着くとですね、ブライアンの子供が生まれているというところから始まります。エレナがね、そこでね、付き添ってるんですよ。ミアに子供が生まれる、ミアとブライアンに子供が生まれるんですけども、そこにエレナが付き添ってて、エレナがね、ほんと可愛すぎるんですね。で、エレナとドミニクは、実はこの時はまだもうお付き合いをしてるといったような状況でした。なんですけど、ここからね、場面が切り替わって、大犯罪が起こっているところが映し出されて、ホブスがね、そいつを追いかけてるんですけど、全然捕まらない。それがショーっていう名前なんですけど、ショーが全く捕まらないですよ。むちゃくちゃ有能な犯罪者で、全然捕まらなくて、もう困り果てた結果、もう引退生活を送ってたドミニクたちのところに現れるんですね。で、ホブスがドミニクたちに協力を求めるというような感じになります。で、普通だったら、そんな、もう引退してるんで仕事なんか受けないんですけど、実はその犯罪にレティが関わってるってことがわかるんですね。レティっていうのは、前の作品4で死んだことになってたドミニクの彼女が、実はこの犯罪に大きく関わってるみたいな証拠が出てしまうんですね。で、ドミニクはもうそんなはずないってなったんですけど、やっぱり確かめるっていうことで確かめていったら、やっぱりレティやったというようなことで、レティ奪還が始まると。で、ここでね、そのショーとどんどんこうバトルをしていくんですけど、結構ね、この作品もね、ここら辺からもうワイルドスピードシリーズお金がむちゃくちゃかかり出すんですけど、それはさておき、結構意外なやつが裏切ったりですとか、なんか結構面白い展開になってます。なんで内容も結構面白いです。お金もかかってるし、内容も面白いです。で、僕が結構好きなシーンが、あんまり内容とは関係ないんですけど、テズとホブスがね、車を入手しに行くっていうシーンがあるんですね。で、このシーンでは、ホブスとテズがもう本当に、なんて言ったらいいんですかね、高級車を、速い車なんで高級車を買いに行くんですけど、軍人なんで、あんまりお金のない身なりみたいな感じで行くんですね。なんですけど、その車を売ってるディーラーの人がね、なんかあなたらみたいな人たち、その貧乏人をここに来るなみたいなの言うんですよ。でも、テズは実は大金持ちなんですね。前の5で大金を稼いでるんで大金持ちなんですよ。で、この金を使って車を購入するっていうわけなんですけど、その時にそのディーラーがもう急にヘコヘコしだすんですね。急にヘコヘコしだして、テズ様みたいな感じになるんですね。で、その時に、テズが、お前のそのシャツをこのホブスにやれと。着れるわけないんやけど嫌がらせで、さっき失礼な態度取ったから、この服をよこせみたいな感じで言うっていう、そういうシーンがあって、結構僕はそのシーンが好きです。ちょっとあんまり本編と関係ないんですけどね。結構僕はそのシーンが好きだというような状況でございます。で、もろもろごちゃごちゃあって、ショーとかには、最終的には勝つ。もちろん最終的には勝つんですけど、そこでね、勝ったと思ったら、ちょっと人質取られてまうんですね。ありがちですけど、で、人質を取られて、で、その後もう一回ね、最終決戦みたいな感じになるんですけど、ここでね、ワンダーウーマンのジゼルさんが死ぬということで、ワンダーウーマン、ジゼル、ガルガドットさんが退出されるというようなことになってます。ただね、ワイルドスピードの世界では死んだやつ生き返りがちというか、明確に殺されてないやつっていうのは全然また復帰する可能性あるんで、僕は、9はないとしても、もしかしたら10で復活するんじゃないかなっていうようなことは一応希望としてはね、残しているといったような状態でございます。で、最後勝って、飛行機と戦ったりとかもいろいろごちゃごちゃするんですけど、最終的には勝ちますと。で、もちろんね、FBI に協力したので、恩赦を受けて、自分たちの住所を取り戻すみたいな感じになるんですけど、最後にね、ハンはジゼルと、いい感じになってて、ジゼルとハンは東京に行こうって約束をしてたんですよね。で、ただジゼルがそこで死んでしまったんで、ハンは東京に一人で行くことになります。で、東京に一人で行ったっていうような描写の後に、ハンが殺されるっていうような映像が出ます。で、それがジェイソン・ステイサムさんにね、殺されて終わるんですよ、6が。で、ここで3に繋がると。これがね、厳密に言うと3に繋がるって言えるのかわからないですけど、3でハンが死ぬところが映ってるんですね。なので、3に繋がると言ってます。はい。で、ここで6は終わりです。で、次がですね、3について話します。3は、公開されたのは2の後なんですけど、時系列的には6の後みたいな感じになって少しややこしいですが、主人公はショーンっていうね、アメリカの、少年というか高校生なんですが、
主人公です。なのでブライアンとか出てこないです。この話出てくるのは、ハンとドミニクが、ドミニクが最後ちょろっと出てきたりとかするんですけど、ハンが出てくるというような感じになっていて、で主人公ショーはね、アメリカでね、いろいろな問題を起こしてまうんですね。問題児で、車とかレースとかしまくって問題児扱いされて、親に見捨てられてね、東京に来ることになりますね。東京の学校でね、あんまり結構評判は高くないんですよ、3って。なんですけど、結構ツッコミどころ満載やし、日本人からしたら面白いなっていうところが、東京がこう題材になってるので、結構東京で見慣れた渋谷とか出てくるんですよ。で、学校へ、ショーン高校生なんで学校へ行くんですけど、学校へ行ったら、柴田理恵さんが先生なんですね。で、これでも僕も吹き出してもらってめっちゃおもろいんですけど、柴田理恵さんが、教師やったりとかして、これはあんま関係ないんですけど、で、食堂でトゥインキーっていうね、ちょっとイケイケの、黒人の、むちゃ面白い友達みたいなのに出会うんですね。で、これがトゥインキーがむちゃくちゃいいキャラなんです。で、仲良くなっていって車を見せてもらったりとかして、トゥインキーの車はハルク、インクレディブルハルクですね。マーベルとかのハルクがモチーフになった車に乗ってるんですけど、それもあんま出てこないですけど、その後。で、いろいろトゥインキーに関わったことによって、レースの道にまたのめり込んでいくというような感じになります。そこでね、北川景子さんが出演してて、北川景子さんむっちゃ若いです。高校生役なんでむっちゃ若いんですけど、もうこの頃からもうズバ抜けて可愛いですね。なんで、ぜひね、若い頃の北川景子さん見た人もね、3見てもらえたらいいなと思います。で、ここのレースをね、仕切ってるのが、マフィア、日本のジャパニーズマフィアの、なんかキッズ、甥っ子みたいなやつが、一応ここで仕切ってて、で、ハンが、そいつと一緒に仕事をしてるみたいな感じなんですね。ハンはそいつを利用してるだけだったんですけど、いろいろやってて、で、そこの、そのマフィアキッズの彼女に、こう、ショーンは、ちょっといい感じで好意を持ち始めて、で、マフィアキッズに喧嘩を売りまくるわけなんですよ。で、そこで揉めてレースをして大敗して、でもハンがその度胸を見て、結構気に入るんですね。で、ハンが俺のところで働けみたいな感じで言って、一緒に過ごして結構深いことを言ったりとかするというようなところで、いろいろなことがあります。ただ最終的にね、本物マフィアがハンがねみかじめ料を、ちょっとピンハネしてるってことがバレるんですね。でブチギレられて揉めると、マフィアキッズとハンの間で揉め事が起こります。でそこの途中でマフィアキッズからハンが逃げてる時に他の車にハンが追突されて爆発して死ぬんですね。で、これをやったのが、その6のエンディングでは、ジェイソン・ステイサムだってことになってます。ここではね、明確に死んだシーンっていうのは映ってないんですけども、明らかに死んだやろと思ったんですけど、死んだシーンは映ってないってことで、実はね、今作というか、最新作の、9で、またハンが復帰するっていうことがもうすでに分かってるんで、ここが熱いというようなことになってます。で、いろいろあってね、最終的にショーンは、肩をつけると。もうそのマフィアキッズと勝負をするっていうことになって、なんでかわかんないですけど、マフィアのところに会いに行くんですね。マフィアのところに行って、マフィアキッズと俺で1対1の勝負をさせろみたいなことを言って、最後レースで勝負するんです。これ意味わからないんですけど、レースで勝負して、負けた方がなんか死ぬというか、ここを出ていくみたいな感じになるんですね。で、最終的にはもちろん勝ちはするんですけど、そこの時になんかレースをマフィアが見に来たりとか、なんか謎にレースで勝敗を決めるとか意味わからへんこといっぱいあるんですけど、ツッコミどころは満載なんで多分あんまり評判良くないと思うんですけど、僕はね、個人的には結構好きです。はい。で、最終的には勝つと。で、そのレース場とかを縄張りにして、ショーンは過ごしていくわけ、トゥインキーと一緒に過ごしていくわけなんですけども、多分ね、その時にね、自動車工場に、トゥインキーとかと一緒に自動車を、ショーンの車をチューニングしてた人が、9で多分一緒に映ってたと思うんで、その人も復帰するっぽいんですよね。名前わかんないんですけど。で、そんな感じで、最後、そこで縄張りにして、ずっとレースとかを楽しんでいく感じになるんですけど、そこにね、最後、ハンの仲間やっていうことを言いながら、ドミニクがやってきて、ドミニクとショーンの2人がレースをするっていうところで、3が終わります。はい。こんな感じになってます。でね、次は7、8ってなっていくんですけども、7はそのジェイソン・ステイサムとの戦いのお話になってるんで、次回7、8の、このお話しさせていただくんで、その動画を見ていただければなと思います。じゃあね。